やべ、やべ、こんなもん実装されてたっけって、ふえーってなって。終わった終わった終わった。怒りました、今まさに。なんか今すごい頭の悪いことを言った気がするんだけど。雑談に入る前にまず絵の話をしておこうね。はい。なんかこんな感じのスケジュール告知絵みたいなのを SNS とかにアップしようと思っていて。で、せっかくなら文字だけよりやっぱイラストあった方が人は見るだろうなっていうのと、そういう口実で絵を描きたいからですね。告知を盛り上げるために絵を描きたいというよりは、告知絵という、体で、絵を描きたいからみたいなやつです。なんだろう、伝わるかな二次創作だからね。こういう告知をしてるキャラというものをね、考えるだけでも楽しいわけですよ。なので、そういう体で、要は絵を描くための口実みたいなところはありますけど。まあそんなやつです。まあね、ガチでね、デフォルメ上手い人はね、デフォルメでもなんかものすごい表現力があったりするけど、まあまあまあ、私はそもそもデフォルメあまり得意ではないと常々から言っているので。まあ、デフォルメだと、その表現できる顔の向きとかがある程度、リアルな絵よりは幅が狭いから、だけど、それを忘れて、体のラフとかざーっと撮って描き始めるときに、で、私大体、ラフ描くときは帽子から描くから、でそうすると、帽子の角度はなんかめっちゃ、このデフォルメのことを考えずに帽子の角度を決めちゃってて、で、帽子描いてから顔を描くときに、そのデフォルメに寄せた顔の描き方をするせいで、帽子だけ、角度がずれてるみたいなことが起こりがちです。起こりました、今まさに。おかしいな。そろそろだからボリューム11はもうほぼほぼできていて、あとは投資プレイを繰り返して細かい言い回しとかを直すだけみたいなフェーズのはずなんだけどな。いや、ちょっとね。あとちょっとでそれぐらいいけそうなんですけど、あとちょっとということはまだ終わってないことがあるんですよ。アーカイブ、記録、回想のリプレイのところをずっとめんどくさくて後回しにしてたんだけど、そこ手をつけたら、手の付け方を忘れていて、大惨事になりまして、そこが終わってないのですよ。思ったよりやらなきゃいけないことが多くて。ふえーって。サラスピットグさん、あらま。これがいいな。あと、純粋に、今回、ルード分岐が多いのかな。パーティーメンバーが、割と、組み合わせが多い。1本目のクエストが4パターン、2つ目のクエストが3パターンあるように、パーティーの構成がなっているので、つまりそれだけ差分がいるんだよ、みたいな話もあってさ。だからね、当然ね、テストプレイもね、そんだけ時間がかかるわけじゃない。というわけで。添え物の絵は、よいしょ。これ原寸じゃないこうでしょ。添え物の絵はこれくらいは出てきました。明日違う。今日は仕事炎上しないはずだから今日ちまちまやって、次回までにはざっくり線入れが終わるかなーぐらいのとこまでいけてたらいいなーと思いつつ、今日はこんなもんで。はぁ。サラスピットグさん、お絵描きお疲れ様でした。ありがとうございます。作者が自分で遊ぶ極論の続きもの。前回ボリューム8終わりましたので、ボリューム9の初めからになります。初めにはこんな感じなんで、こっから見る人は読んでおいてね。はい。では、テストプレイにさらっと流しまして。
で、まあ。サラスピットグさん、イエーイ。イエーイまあまあまあ。前回何があったっていうと、なんか、サイさんが緑化からの依頼だよって持ってきた。で、残り4人がドン引きしたところでおしまいです。はい。というわけで、あとは、ボリューム9になってから、ここと、ここが増えてるんですけど、そうね、これ確かにボリューム9で実装したなって感じなんですけど、まあこれはクリア後にでも見に行きましょう。8で増やしたんだっけ ?9 で増やしたんだっけ覚えてないなって感じなんで、とりあえず、なんかボリューム9のネタバレがあったので先に本編やります。まあいつも通り、この辺は裏話が語れるようになるか、バグが見つかるまで黙っているやつですね。まあバイソンで行くか欲望に忠実に行くかイチャイチャしてくれ今一瞬乱数で決めようかなって悩んだんですけど。バイソンがガチで言ったように、ランダムに決めようかと思ったんですけど、なんかそういうの開くのもめんどくさかったんで、素直に自分の欲望に生きていきました。まあね、あんだけね、サイさんとバイソンがイチャイチャしてる絵ばっかり上げてる人間が作ってるゲームを遊ぶプレイヤーさんなんてね、やっぱね、サイさんとバイソンがイチャイチャしてんのをね、イエーイイエーイまあね、サイさんとバイソンがイチャイチャしてんのを見たくて遊んでる人も多いはずだからね、まあ大体この組み合わせで遊んでる人は多いんじゃないかなとはしょって思うけど、どうなんだろうね。いやー、頑張って書いたな、この辺のセリフ。頭のいいキャラのセリフ難しいからさ。なんか今すごい頭の悪いことを言った気がするんだけど、頭のいいキャラを頭がいいように表現するのって結構難しいから、言葉の言い回しとかもさ、ちょっとアホっぽい言い回しさせるとすぐキャラ崩壊しちゃうからさ。いや、ほんと、セリフ打つの大変だったなーって今見ると思いますね。ほら、創作や自分より頭のいいキャラ描けない問題あるじゃん。あれをね、なんとかそうならんように。いや、そうなってるかもしれないけど、そうなってるようと思われないように。作者の頭の良さを上回る頭脳を持つキャラは作れない法則。そう、それ。まあね、ガチで作れなくてもいいけど、せめて頭がいいように見せかけるための言い回しでごまかさなきゃならんから。いやー、大変だったんだよな。そう、ブリザルドのセリフ打つときもね、ちょいちょいね、本当にこれで言い回しいいかみたいな。細かいニュアンスが、なんか違う単語選びしてないかとかさ、考えるんだけど。もうね、知恵の神はね、もっとね、大変でしたね。へー。やべ、こんなもん実装されてたっけって気持ちになってる。そうじゃないんだよね、合ってる。いやー、存在を忘れてるスキルってあるね、やっぱね。一応ね、サラスピットグさん、ニュークリア使ってくる虫。はい。ちゃんと、各属性それぞれ、魔法は、全部一緒で属性が違うだけじゃなくて、魔法ごとに特性があるようにはしてあって、まあ、例えば炎属性だったら必中だし、雷だったら貫通がついてるとかだったかなってあるので、おそらく、無属性魔法を、なんか確か特性を設定して考えて入れてあったと思うんですが、私が覚えていないので覚えていません。後でソース見たりします。スキル説明見る限り威力にばらつきがあるとかなのかなーって気はしたけど、覚えてないなー。死んだ時のテストしようって言っててしてないじゃん。ちょっとサイさんが死んだ時のテストをしたいので、ちょっと投資プレイ中に大変申し訳ありませんが、変数維持、1回だけ変数維持出してください。1250だ。覚えてないな。ちょっと待ってね。変数探す。1215だった。5惜しいな。これ、サイさんの体力なんで。こうしてみるとバイソンの2倍以上の体力あるの。
チェックするの大事。ありがとう。ヒットポイントゲージが 100% 表示のゲームだから、意識することは普段あんまないんだけど、こうしてみると、バイソンの2倍以上の体力があるのちょっと面白いな。で、はい、来た、綺麗。これ、ガードしに行けば死ぬんじゃない？アンチ死ぬね。死ぬ、終わった終わった終わった。いいぞいいぞ。あ、ちゃんとサイさんが死んだら終わるようになってる。やるやん。いいトライです。はい。じゃあ無事でバックできてよかったね。今ちょっと博打だったんだよな。これ身代わりが、消費コストが、召喚中の、下僕がいる場合は1で発動するんだけど、いない場合は2使って発動なので、実は